アメリカのトランプ大統領は、ベネズエラのマドゥロ大統領夫妻を逮捕。この電撃吸収には様々な反応があり、とんでもない事件が起こったのだ。びっくりしちゃいますね。いきなり攻撃されたら怖いのだ。そうかい。じゃあ吸収してやるか。何事なのだ。日本の平和な世にテクニカル。ハイラックスやランプル買わなくても、中古の軽トラにロケット砲を積めばいけるんだぜ。そこはどうでもいいのだ。怖いのだ。オイボリオのちっちゃずんだもんはうまいものばっかり食って、そこいらのちっちゃずんだもんより美味しいらしいな。転売すれば一生もんの金が手に入るぜ。そのためならテクニカルの1台作ってもお釣りが来るぜ。おちびをそんなことさせないのだ。ちっちゃもんちゃんはアシたちが守ります。そんなこと言ったってロケット砲相手に、枝豆と女子高生が何ができるってんだ。こっちには3日で辞めた通信空手の奥義があるのだ。アーシ中学からテニス部ですよ。お困りのようですね。先輩、ちっちゃもんちゃん、ゆきちゃん、やりすぎ。こっちの犯人だけでいいの。あはは、雪の忍術を全力でお披露目するチャンスに。つい舞い上がっちゃった、てっぺろ。ずんだの方が美味しいのだ。あんこの方が美味しいもん。やるのだ。受けて立つもん。いっぱい食べるのだ。あんこ餅こそが美味しいもん。アーシ減量中なんです。僕たちが給料1年4ヶ月分をはたいて買ったテクニカルを贅沢に複数台投入するのだ。法定最高時給400円をつぎ込んだテクニカルで応戦するんだもん。やめましょうよ。お金と砂糖がもったいない。あの巨漢は何なのだ。しゃもじでテクニカル粉砕されたんだもん。ずんだ丼でごわす。飯を食うでごわす。アーシ減量中なんです。カレーおいしい。ずんだ餅おいしいのだ。やっぱりお米っていいですよね。日本人の魂なのだ。それなら白米で食うでごわす。ずんだどんさん。びっくりしたのだ。さすがにご飯だけではきついですよ。せめてお茶漬けくださいなのだ。それなら会津さんの一目惚れに魚沼産コシヒカリをトッピングしてやるでごわす。ダメだ、アーシたちの言葉が通じない。むしろ盛られる一方なのだ。飯を食うでごわす。気づけばフードコートのみな。ご飯を泣きながら食べてるのだ。ずんだもんたちの知り合いなら止めてほしいもん。世界的歌姫の初音ミクさんまでずんだどんさんに白米ハラスメント。飯を食うでごわす。相変わらず先輩もあんこもんさんの喧嘩して。ずんだ餅の方が美味しいのだ。あんこ餅の方が美味しいもん。どっちも美味しいでいいじゃないですか。いいや、米を食うでごわす。ずんだどんさん、とだれ。あんこ丼でごわす。玄米を食うでごわす。なんなのだ、この米の量は。あんこもお前の知り合いなのだ。こんなやつ知らないもん。玄米を食うでごわす。そして白米を食うでごわす。先輩たちと対照的に仲はいいんだじゃなくて、飯を食うでごわす。飯を食うでごわす。そんなどうさん、もう無理なのだ。誰だか知らないけど、もう限界だもん。アーシ減量中なんです。飯を食うでごわす。飯を食うでごわす。ミクさんもりんちゃんもルカさんもテトさんも街行く人も先輩たちもあんこもんさんたちもみんなご飯に負けちゃった。バブーなのだ。バブーだもん。あわ、ちっちゃもんちゃんたちがいっぱいいる。喧嘩しちゃダメだよ。すまない。今日は年末年始で休んでいた仕入れ先からの大量入荷の日なんだ。それの搬入や品出しに多数のずんだもんとあんこもんを入れていて、そいつらの子供たちがいっぱいいるんだ。運の悪いことにこの日に限って契約している保育士はコロナ陽性で来れなくなった。つむぎちゃん、申し訳ないがバイト代は弾むから今日一日この子たちの面倒を見てくれないか。そんな深々と頭を下げなくてもアーシなら全然大丈夫ですよと入ったものの、バブーなのだ。バブーだもん。先輩をはじめとしたずんだもんたちとあんこもんたちは DNA レベルで仲が悪いんだな。どうしたものか。バブーなのだ。バブーだもん。バブーなのだ。バブーだもん。一緒に遊んでほしいんだね。でもそれならみんなで仲良く遊ぼうよ。どうしよう。バブーだもん。バブー。スノボに来たのだ。前回のスキーに続き冬を楽しみまくりましょう。時給400円を必死に貯めてきた甲斐があったのだ。お前たちもここに来たんだもん。あんこもんたちなのだ。ずんだもんたちに滑れるはずがないのだ。だったらどっちが上手に滑れるか勝負なのだ。望むところだもん。仲良くしましょうよ。スノボも気持ちいいですね。うわわなのだ。危ないのだ。お前たちが近づいてきたんだもん。巻き込まないでほしいのだ。巻き込んでるのはそっちだもん。デジャブなのだ。ずんだもんたちのせいだもん。ふふふ、仲良しですね。だから写真撮るんじゃないのだ。
見せ物じゃないもん。先輩、そろそろ考える時期かと。ツンツムスクールの方向性なのだ。実際最近の動画スクール要素ないじゃないですか。それを言われると頭も枝豆も痛いのだ。雑学は先駆者さんが多いですよ。政治ネタは中立的にやらないとなのだ。規約違反になっちゃいますからね。東北ずんこ、ずんだもんプロジェクトも、春日部つむぎ公式もです。あと、ネタ動画最近多いけど、ネタ切れリスクが高いのだ。毎回ずんだどんさんに出てもらうわけにもいかないですからね。お腹カンカンでおべえの妖精になっちゃうのだ。アッシュも減量中なんです。ならば組み合わせてみるのだ。時事ネタはスクール要素外してないし、それに雑学とネタを差し挟めばちょうど良いのだ。これならご飯を垂れまくる必要がないですね。でも、意外とクラウド AI って安全フィルター過剰なのだ。闇バイト描かせようとしたらアウト判定だったのだ。ということは、ローカル AI 環境がいるじゃないですか。RTX5060Ti は10万円。僕の時給250時間分なのだ。私のバイト代でも半年分いきます。うわー。そろそろ聞きたかったんですけど、どうしたのだ？先輩ってなんで尻尾が尻尾のままなんですか？確か公式設定だと妖精形態の時の尻尾は、人間形態だとポニーテールになりますよね。その前になんで人間形態の僕泣いてるのだ？坂本はヒルズンダモンって泣いているイメージが強いので、それはごもっともなのだが、簡単に言うと AI の仕業なのだ。 AI の仕業ですか？ AI に僕の絵を学習させたところ、ポニーテールの大部分が背中に隠れちゃったのだ。ああ、なるほど。それでそのまま尻尾になったんですね。まあ差別化にはなるし、そこは気にしないのだ。そこは不都合な点があるんですか？ズボン買ってまずやることが、お尻にきれいに穴を開けることなのだ。失敗しないか不安なのだ。あ、既製品のズボンに尻尾対応なんてないですもんね。もう一つ聞きたかったんですけど、どうしたのだ？先輩ってなんで公式だとスラッと足長なのに、この世界だとちっちゃいんですか？それは東北ずんこ、ずんだもんプロジェクトが、二次創作に寛容かつそちらのイメージで、グッズを作ることもあるからなのだ。僕の公式絵は江戸村にニコ先生が描いてるけど、多くの人は坂本アヒル先生やのんたお先生の、ずんだもんの絵の方が見慣れてるのだ。確かに公式絵のグッズ以外にも、坂本アヒルずんだもんベスや、のんたおずんだもんベスのグッズも、結構見かけますね。それも、公認、ではなく、公式、グッズなのだ。つまりずんずん PJ が自分たちでそっちの絵柄でグッズ作ってるんですね。実際に公式ショップの看板とかでも江戸村にニコ先生の絵ではなく、坂本アヒル先生やのんたお先生の方の看板が置いてあることもあるのだ。ニコニコや YouTube でもほとんどが坂本アヒル、のんたお両先生の、僕の立ち絵を使って動画が作られていて、加えて僕の声が子供っぽいから、公式絵を見ると意外とギャップの方が強かったりもするのだ。確かに先輩の声はちょっと幼いイメージ強いかもですね。まあでも、だからってズンツムスクールでも、ちまっとしたデザインにしなくてもって思うのだ。ここでは主人公である先輩の身長は、ドラえもんと一緒ですからね。一人だけ頭身もちっちゃいですし。さらにもう一個聞いていいですか？まだあるのだ。先輩って結局どっちの性別なんですか？公式のずんだもんは女の子じゃないですか。そりゃあサロペットにパフスリーブブラウス。どこからどう見ても女の子の服装なのだ。でもずんだもんといえばの坂本アヒル先生のずんだもんは、ニコニコ、YouTube 問わず男の子扱いがデフォでしょう？まあ女の子扱いされることがまず稀なのだ。女の子と結婚したり子供を授かったり、女性に会ったら一発でセクハラ、暴力扱いされる対応を平気でされたりするのだ。のんたお先生のずんだもんに至っては結局どっちかわからない。ちっちゃずんだもん、つまり幼い子供扱いだから、そもそも気にしたこともないのだ。ズンツムスクールについては、英語は三人称単数のゼイ、中国語は女性しか使えない、た、ではなく、男女問わず使える、た、ロシア語は同性愛がそもそも禁じられていて、人間用の中性代名詞がないから、アナ、ロマンス書語も中性代名詞がないから女性代名詞。で、日本語の一人称については、おとなしめ、インドア派の青年から壮年あたりの男性や、小さな男の子がよく使う、僕、なのだ。結局どっちなんですか？
僕っ子なんですか？男の子なんですか？秘密なのだ。教えてくださいよ。ツンツムスクールの場合、主人公の僕以外にもズンダモンはたくさんいるけど、みんな性別は秘密にしておくのだ。でも赤ちゃんとか出てくるってことは性別はある？それとも体生殖や私有動体？ニコニコの人はフォロー、いいねを。YouTube の人はチャンネル登録、高評価をお願いしますのだ。Amazon 欲しいものリストも投稿者コメントにあるので応援お願いします。